はい、内山光一のザ・ゴトチャンネルです。はい。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。さっきびっくりしましたね。名前もわからない。何しに来たかわからないって。そんな人いるんですね。ねでも出てきたんですよ。出てきたんですよね。その方がいらっしゃった時はどういうふうに感じたんですか？強かったんですか？それともなんとなくだったんですか？勉強会、今までやってたでしょ。勉強会終わった後に、立ってね、もうすぐ、どなたか来られてるって。どうしようかなっていう感じでしたね。その時のエネルギーは強かったんですか？それともやっぱりなんとなく要件をちょっと忘れちゃうぐらいの感じのいや、イエス様の感じ。要件を忘れるとか、名前を忘れるっていうのは、これは、よく使われる手で。そういう、そっちですか。でも、口調もいつもと違う感じよ。ですね。ですから、まあそういう、いろんな形にね、いろんな姿にもなれる方ですので、確かに。自由自在と。また誰かを使わせられたかもしれませんけどね。そうですよね。風だからね。風だから、なんだろうおかしいしなっていうところもありますよね。そういうふうにね、考えて。そうですよね。おっしゃっていたことは、本当に名前がなくても何にしても、内容がすごく濃いお話をしてくださいましたもんね。そうですね。いやいや、風ですから軽いんですって言って。風か。すいませんね。いや、今の冗談ですけどね。はい。それではね、また来ておられますので、どなたか聞いてみたいと思います。本当は名前があればいいな。あればいいな。はい。じゃあ合唱お願いします。はい。はい。それではエレナさん、主への感謝をベースに準備をお願いします。はい。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは私の頭上においでいただいている方、おいでいただきましてありがとうございます。恐れ入ります。エレナさんの方にお入りいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。頭上へおられる方お願いします。また残っておりますので、エレナさんの方にお入りいただきますようお願いします。はい、行きます。お願いします。はい。はい、おいでいただきましてありがとうございます。はい。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。そうですね。雨のみなか主という壮年隊であると言っておきましょうね。ありがとうございます。はい。雨のみなか主みこと様ですね。壮年隊ですね。ありがとうございます。はい。それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。大体において、この日本の国というものを語る、時に多くの者たちは、この国の歴史がどのようであって、この国の国民たちがどのような精神性を持っているものであるかというようなことを多く語るだろうと思っています。それについては私自身も例外ではないのでありますけれども、今日の話は、同じようなことを何度も繰り返しても仕方がないので、違う話にしてみたいと思います。ありがとうございます。それはここから新しい時代が始まるということもあって、大きく、考え方を変えていかねばならないだろうという観点に立った話であります。もちろん、古来より持っている古き良き、この国の人々の精神性というもの、神や仏に対して培ってきたものというものは
やはり同じく大切であり、これからもそれをなくしてはならないことだと思います。しかし、歴史が長ければ長いほど、様々な出来事があり、それも何が真実かわからぬまま、上塗り上塗りで歴史がやってきたのであります。だから、本来の話の筋が水面下に降りてしまって、全く本当の話が見えないまま、今日まで歴史が繰り返されてきたと言っても過言ではありません。だが、真実は真実。あるものはあると言わざるを得ないことが、やはり厳然としてあるのであると言わなくてはならんでしょう。その上で、されば、これからの新しい時代に何を語り継いでいくのか、どこに向かっていくのかということを、これからはしっかりと考えていかねばならんと思っている次第であります。古き時代より今日まで培われてきた神々への畏敬の念というものを正しくこれを継承し、また新たに歴史を編んでいくわけでありますから、新しく学びを重ねていかねばならんだろうと思うわけです。その時に死があれば、おのずと死の導きのままに歩んでいけばよいのであるが、この死の存在なくして、いかに未来を生きていくか、ここを考えねばならんのであります。つまり、人間の知恵がどこまで進化するかという話であります。これを最高度に向上させていかねばならないということであるのです。いつまでも同じ地点に立って、それを延々と繰り返しているだけでは、未来を作り上げていくことはできないのである。ほんの小さな歩みであっても、日々前進、進歩していかなくてはならないでしょう。そのためには、日々これ実験、日々これ研究、日々これ学びであります。そうして小さな歩みでも一歩ずつ重ねることによって未来を編んでいくことができるのであります。そこには失敗を恐れるなと勇気を持って、そして愛を持って、これまでに培った学びを生かして、頭から煙が出るほど考えに考え、深く懐に入り込んでゆき、そして珠玉の一歩を生み出していかねば
ならないのだということです。主の導きがあれば、そこまで歩んでいくことは、比較的たやすくできた。その出来栄えがいかほどのものであろうとも、道しるべがあったことは、この上もない幸福であった。しかしここから先に、人々は自らの知恵で一歩を踏み出していかねばならないのだと。それが次なる新しい文明を切り開いていく時の進み方であるということを、まずもって自覚せねばならぬと思っております。その一歩がどのように踏み出せるのか、日々これ試行錯誤でありましょう。しかし、血の滲むような努力の上にさらに今一歩努力を重ねて着実に進んでいくことです。これはこれから先も未来永劫続いていくのであるから、それをためらってはならないということです。般若の知恵を持って、まず最初の一歩を踏み出すべし。私はこのように考えております。以上です。ありがとうございます。はい。そうですね。流れに任せながら、自分の心の中に出てくるものを中心に考えていましたけども、もちろんそれも大事だし、もう一歩深くって言いますかね、もう一杯、なんて言いますかね、深く入って考え出していきたいと思います。なんとか掴み出していきたいと思っています。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。今、雨の皆からしとみことの、壮年って言われましたよね。雨の皆からしとみことっていうのは、個人の名前ではなくて、富士王朝の時の宮司さんの名前と思ったらいいですね。宮司さんの代々の名前が雨の皆からしとみことっていうことです。ですから、雨の皆からしとみことっていうのは何にもおられるということですね。その集合壮年だというふうに考えていただければと思います。だから、スサノオノミコトとか、アマテラスという名前は、一つの魂を言ってますけども、この雨の皆からしみことっていうのは、何人もの方たちのその集合壮年だというふうに考えてください。そういうことは、はい、もう大勢の方たちがこれを語っていらっしゃるという。その集合壮年。集合壮年ですからね。はい。ね。だから、知恵を出せと言われたのは、そうですね。そういうことですかね。はい。とても難しいと思いました。難しいですね。じゃあ、いろいろな今出ている方たちがかなり多くの方たちがそこから出ている。そのリーダーというか、その集合壮年なんでしょうかね。ちょっと考え方がちょっとわからないんですけど。例えば、極端な話、小学校で言えば、中学校でもいいですけども、3年1組のみんなの考え方と思ったりね。3年1組のみんなの考え方っていうふうに思ったりですね。考え方。そうか。そこのクラスのみんなの考え方はこうですよっていうことだと。
なんかめちゃくちゃな比喩で申し訳ないです。いや、でもね、私も感じたのはね、神様が教えてくださったらそこについていくのはとてもたやすくそこをこうついていきやすい。けれど、神様の教えがない先に人々は知恵を出して進んでいかなくちゃいけないっていううんお話だったと思うんですよ。だからそれって人間がものすごく知恵を絞って努力して一歩ずつ行きなさいよって言われてるんだなと思ったんですけど、 3万年ぐらい前に、雨の御親神様っていうのが降りてこられたんですね。その時にお世話してた方たちがいて、で、その時に日本の、基本的な考え方っていうかな、いうのを、こう、大和心っていうのをこう伝えていただいたんですね。教えていただいたんですけども、それの教えみたいなものをずっとこう代々伝えてきた、その中心的な、なんて言いますかね、宗教上の中心になる方たちが、雨の神様という名前で、役柄の名前ですね。役柄の名前。校長先生とかいう名前と一緒ですね。はい、そういう感じですね。ですから、雨の御親神様がおられた時にはたやすかった。でも、おられなくなったら、教えに沿ってやっていかなくちゃいけないから相当大変ですよね。ですね。その教えがあっても、それによってみんな解釈の仕方はバラバラなんですよね。で、これは大変なんですね。で、どんどん時代が変われば変わるほど、その解釈の仕方とか、違う人がいろんなことを交えてみたいとか、いろいろやってるんですね。で、途中で、富士山が爆発して、それが全部灰の中に埋まってしまうんですね。ってことは、その富士王朝が一遍リセットされたと。リセットされたなりに、その御親神様の教えが違うものになってしまったんですね。で、しばらくして今度は、九州王朝というのができますね。その時に出てきたのが、スサノオノミコトとか、アマテラスとか。アマテラスっていうのはあくまでも霊的の名前で、地上では、櫛灘姫とかですね、言われてますけども、この、それとか、そのちょっと前の方たちとかいう日本のですね、大和王朝ができるっていう形になってますね。九州王朝ですね。そんな感じで考えていただければと思いますね。ですから、その時にも、九州王朝を作る時も、やはり雨の皆からしのみことっていう役職の方はやはりおられて、この九州に来られて一緒に作っていったというところでありますね。そういうお坊さんがいたと。お坊さんって言葉ではいけないかもしれませんけどね、仏教じゃないですからね、神主さんがいたという。で、そんな感じで思っていただければと思います。ですから、そういったことも含めて、歴史をずっと含めた上での言葉ですから、失敗も繰り返しながらね、やっておられたっていう、そこ言われたでしょ、さっきね。だから、一つのね、文明が潰れるまで、そして新しい文明の、立ち上げていくのも含めて、やられた方たちですね。そういうふうに思って、ちょっと深く、今の言葉の意味をね、しっかり、噛み締めていただければと思います。そうですね。深いですね。深いですね。深いですね。難しい。ものすごく経験をされて、本当の失敗とか成功を繰り返して、今のアドバイスを私たちにくださってる。そうです。深いですね。ですからその間に、住民っていうかな、その大和の民たちが争いもあるし、信じられないことがいっぱいあったり、いろんなことがいっぱいあるんですね。もちろん、喜びもいっぱいありましたし、様々なことが本当に起きたんですね。最後はなんでこんなことが起きるんだろうと。人間ってなんでここまでなれるんだろうっていうぐらいにひどいことになって。で、富士山爆発という。
のこともね、あってますね。ですで、ね。琵琶湖って言って今非常に大きな湖がありますけども、琵琶湖はものすごくね、豊かなところで、もう稲がたわわりになってね、本当にこの豊かな土地だったんですよ。ところがその土地をね、の富をめぐって戦いが起きるんですね。自分のものにしようとして。でそれも、もう、どうしようもなくなって、どうにもなくなって、沈んで湖になったっていうところですね。ですからそこにも、古い、そういう大和の民族の悲しい思いも、楽しい思いも全部沈んでるところではありますね。そういうふうにね、日本列島の中で至るところで至ることが起きてますね。そうでしょうね。いや、このお話とても深いし、広がりますよね。広がりますね。すごいですよね。九州見ても、今、長峰っていうところにいるんですけども、ここら辺から本当は始まりましてね。で、神々が降りてきて、ここで、人類が住むためにっていうところで、始まったんですね。で、それで、エネルギーの強い阿蘇山っていうところ、今では阿蘇って言ってますけども、そこを拝めて、そこが爆発したら私たち人間住めなくなりますので、そのエネルギーをもらいながらでも住んでいったという感謝しながら住んでいって、どんどん大きくなっていくんですね。阿蘇のエネルギーもらいますので、どんどん大きくなるんです。ところが阿蘇のエネルギーっていうのは、これは地球のへそなんですね。へそ。ですから、ものすごく、へそ眺めなくていいですからね。そう。だからね、ものすごくこのエネルギーがあって、で、そこで、始まった人たちっていうのはもうどんどん広がっていって、そして、日本にずーっと広がっていくんですね。でその時に、宇宙からいろんな人たちがやはり降りてくるんですね、地球に。で、その5つの色の宇宙人、代表的なところですけどね、5色の人種っていう、白色、白人ですね。で、黒人。で、青色の人種ですね。それから赤ですね。あと人なんだろう。緑じゃない、黄色。黄色ですね。日本人ですね。こういうね、人種がいて、この日本から世界中に広がっていくんですね。で、世界中に広がって1年に1回集まってきて報告会をするということが起きてましてね。それが、この熊本の地にある神社で、五色神祭っていう、五つの色の人種の会、五色神祭って祭りが今でもやっぱりやってますね。でそうやって広がっていっていくんですけど、今度は、それがどんどん広がっていって、で、日本中にも広がっていくんですけども、いろんな文明が起きていくんですね。何億年ってありますので、いろんな文明がいっぱい起きていくんですね。でもあんまり長いから分かりづらくなってきますけども、非常に新しい時代の3万年前。新しい何億年かするよ。新しい3万年前に、御親神様というのが降りてこられて、日本民族に新しい教えを説かれて始まったというふうに考えていただいたらいいかと思います。はい。そういう歴史をね、地球の歴史も踏まえて、日本の歴史もいろいろ見ていくことができればなというふうに思ってますね。さて、それでは皆さん、これからどういった文明を作っていくか。そうですね。知恵を出していかなければなりませんね。ですね。はい。一人一人がね、みんな神様とつながるアンテナを持ってるはずです。そうですね。全員が持ってます。持ってますよね。心の奥につながるところがあります。種の奥に深く入ったら宇宙に飛んでいくことができます。いろんなことができます。誰でもできるはずです。どうかね、心をきれいにして、そして未来をね、宇宙の人たちと、それから天上界の人たちと、よくよくね、意見を聞きながら、みんなで未来を作っていくことができればと思います。そうですね。ちょっとびっくりしました。
なんか違う話に飛びましたけど。ですね。いや広すぎますね。もう、想像ができない世界ですね。ね、何億年って言ったら飛びますよね。ですね。ね、人間の一生なんてもう一瞬ですね。チュッって言ったら終わり。ですよね。あ、そうそう。どうぞ。物事をするときに、何かするときに、後世に子供の世代、孫の世代とかって思ってましたけど、そういう大きさじゃなくて、本当に次生まれた時のその世界とかも、そういうのを考えて、どんどんつながっていることを考えて行動していかないと、もうすごい自分の世界がほんと狭かったなと思いますね。ね。例えばね、今世、自分が描いた未来の図面って作れたとしますよね。はい。で、それをやろうと思って頑張って、礎を作っていきますよね。新聞名の礎を作っていって。で、それで、結果は見えないかもしれませんけど、亡くなったとしますね。次生まれてきたんですけど、その続きあるんですよ。そういうことね。そういうことです。これがね、その志、使命ですね。使命ですね。これやるんだって言ってやっていくんですね。そっか。でもそこにバトンタッチできると思ったら、今世でできなくてもいいということだから、努力をすれば、つなげればいいんですよね。そうです、そうです。次に渡せばね。だから焦る必要はないっていうことにつながるんですかね。そのためには自分の思いを3000年ぐらい先まで持ちましょう。3000年先。すごいですね。それをね、300であってもね、いいですよね。1回で300でもすごいですね。それで何回出てくるかね、自分がテンションにねしてくるか。もうあっという間に出てくる方もおられますしね。長くかかって出てくる方もおられますし、その途中分類がね、この分類が出てきて、で、また本体が出てきて、大きくグッと進めるっていうのもいいですよね。そうですね。じゃあ、チームがあるっていうのはいいですね。そうですね。はい。3000年計画か。ですね。3000年計画。すごいですね。考えてみたらいいですね、それ。首脳教えが今ありますでしょ。これがね、これから大きく広がっていくのか、今の状況からが潰れていくのか、で、また100年後出てくるのか、わかりませんけども、できればここで花を開かせたいと思いますね。そうですね。で、これがどんどん続いていくと、やはりだんだんしぼんでくるんですね、時代とともに教えは。だんだんしぼんできて、3000年ぐらいまで続けばいいなっていう感じかもしれませんね。で、その時に自分が、じゃあ何するんだっていうことですよね。もう空気入れていくしかないですね。もう一生懸命しぼんでるから。だからそういうことは天井外から引っ張ってくるしかないですね。そのへこんだ時にちょっと空気入れて天井外から引っ張って入れていくっていうと、中古の層っていういろんな偉いお坊さんたちがいっぱいおられるじゃないですか。イエス様もそうですよね。それから日本にもいっぱいちっちゃなお坊さんたちいっぱいおられましたよね。そういう方たちもどんどんやはり引っ張ってこられるんですね。そうか。間で生まれて。そうです。そういうことですね。空海も忘れないでくださいね。そうですね。さんもそうでした。そんな感じでね、なるべく維持しようと頑張る空海の思いもあるっていうことですね。でもね、やはり3000年先ぐらいはやはり見ときたいですよね。見ときたいですね。どこまで考えられればいいんですけどね。考えましょう。考えましょう。ね。一生懸命考えたらお腹が空いたら何食べようかな。面白いませんけどね。考えてること忘れちゃったり。そうですね。あり得る。肉食いたいとかね。あるあるやね。はい、今日はそういうところでしたね。雨のみなかにしのみこと様の集合壮年の方が未来を作るにはっていうところでね、教えていただきました。はい。はい。
どうもありがとうございました。ありがとうございます。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。